皆さん、こんにちは。今日はね、マリトッツォの次にあげるお菓子を作ろうと思います。スポギャテッラリッチャ。スポギャテッラリッチャはナポリの伝統的なお菓子です。強い生地とラードを一緒に巻いて、オーブンで焼くとき、なんかめちゃめちゃパリパリになる。一見パイに見えるんですけど、全然違うです。じゃあいつも通り愛を込めて料理を作っていきましょう。キチネイドの中にグルテンが強い粉とお水と塩一緒に入れて、生地めちゃめちゃ簡単ですけど、巻き方とか時間めちゃめちゃかかる。これ別に手でこねても大丈夫です。材料はこれだけです。マニトバ粉とお水と塩だけ。はい、生地はこんな感じです。量間違えてない。温度はこんな感じです。もうこれからギュッとして2時間寝かさないといけない。はい。はい、こんな感じですね。ぐちゃぐちゃな生地です。でちゃんとギュッとして、はい、じゃあ2時間寝かしたら伸ばしとこう。生地を寝かす間に詰め物を作っていきましょう。詰め物の食材はお湯とセモリナ粉。これはポレンタみたいにする。で別に美味しいリコッタチーズとアランチャかリモン、オレンジかレモン、カンディトされたやつ。これ自家製、私が作ったやつです。とお砂糖。じゃあまずポレンタを作りましょう。お湯にセモリナ粉をちょっとずつ入れて、弱火にして丁寧に混ぜましょう。粉に火がいったら完成です。はい、2時間経ちました。結構ね、柔らかくなったんですけど、まだパサパサですが、何回も伸ばしてどんどん均一になる。どんどん綺麗になってるんですけど、めちゃめちゃ大変。疲れてる。プロな機械じゃないからほんまに大変。どんどん綺麗になってるね。長すぎる。はい、生地全部伸ばしたら、味めはラードせずに巻いて、一発のでラード、イタリア語でストルットと言います。豚肉の油です。たっぷり塗って巻きましょう。ちょっとずつね。
腰が痛い。疲れた。もうちょっとで終わり。はい。全体にストロットを塗って乾燥しないようにね。で、腰が痛い。一晩冷蔵庫で寝かしとこう。ポレンティーナが入れたらチェネードの中に入れてちょっと柔らかくしましょう。柔らかくなったらリコッタを入れてはい、しっかり混ぜておきましょう。あと日本のリコッタは結構柔らかいから水を切った方がいいと思います。で、乳化するため卵黄2つを入れます。いい感じ。こんなに美味しいリコッタ日本で食べられるかな。バーッと入れてこれで完成。はい、一晩経ちました。生地はね、もっとコンパクトになった。はい、皆さん見てください。ちゃんとしっかりラードと生地しっかり見える。まあ2センチぐらい。これはね、ちょっとずつ真ん中から開いた方が丁寧にこんな感じね。なんか貝殻みたいな。で、薄くまで開いてこんな感じね。たっぷり入れて、ちょっと入れすぎかな。入れすぎた。すいません。ちょっと多い。おい。ちょっと待ってね。間違えた。裏返して真ん中からね、いつもどんどん貝殻になってる。綺麗、めっちゃ綺麗。はい、こんな感じだったら詰め物たっぷり入れてちょっと多い。いつも間違えろ。綺麗。
ましょう。様子見てみよう。ああ、いい感じ。美味しそう。じゃあ冷やして粉糖をかけて食べましょう。はい、冷えたら粉糖たっぷりかけてこれめっちゃ綺麗。はい、じゃあいただきます。美味しい。春巻きのようなパリパリな生地。めちゃめちゃ上手にできたんですけど、本当に大変、この生地とか作り方。だから、今回だけでもう次作らないと思う。それでは、ボナペティート。